動きを構成するポーズを知ることで簡単にアニメーションが作れます。はい、夏森勝です。今回はアニメーションについて解説します。この動画では主にアニメーションの使い方、歩きアニメーションと走りアニメーションの作り方を解説する内容となっております。話す内容は以下の通りです。順番に解説します。まずはアニメーションタブについて簡単に解説します。上のメニューのアニメーションタブからアニメーション画面に移ります。すると4つの画面が出てきますので、それぞれ解説します。下の画面はドープシートといいまして、ここにキーフレームというのを打ってアニメーションを作ります。キーフレームというのはオブジェクトの位置や回転などが記録されたもので、キーフレームとキーフレームの間のフレームはブレンダー側が自動で動かしてくれます。さらに下に画面があるのですが、これはタイムラインと言います。主にアニメーションの再生停止や開始や設定の位置を設定するところです。左の画面はカメラ視点で、カメラではどういう風に映っているのかを確認します。右の画面は作業画面でモデルの動きや調整を行います。また出力プロパティからフレームレートの設定ができます。フレームレートというのは1秒に何枚のフレームを表示させるかの設定で、例えば 24fps であれば1秒に24枚の静止画を表示します。アニメは基本的に24フレームで作られていて、ゲームは30フレームで作られています。この動画では24で動かしていきますので 24fps に設定します。では試しにこの立方体を動かしてみましょう。まずは0フレーム目にキーフレームを打ちたいので、ドープシート上で0フレーム目をクリックします。次に 3D ビュー上で I キーを押します。するとキーフレーム挿入メニューというのが出てきますので、この中にある位置をクリックします。ドープシートを見ますと黄色い丸が表示されたかと思います。これでこの立方体の位置が0フレーム目に記録されました。次にドープシート上で30フレームをクリックします。立方体をオブジェクトモードで選択し G キーを押して X キーで移動させましょう。そしたらまた I キーを押して位置をクリックします。これで30フレーム目に位置が記録されました。記録しましたら再生してみましょう。下のタイムラインの再生ボタンから再生できますが、スペースを押すことでアニメーションが開始されますので、ここではスペースを押しましょう。するとアニメーションが開始されたのがわかります。立方体もしっかり動いてますね。止めたい場合はもう一度スペースを押しましょう。これがアニメーションの基本となります。他にも基本的な操作としてドープシート上でホイールを上下に動かすとドープシートの縮小拡大ができるのと、ホイールドラッグでドープシートを動かせます。キーフレームをドラッグすると移動ができますし、コントロール C でコピー、コントロール V でペーストできます。複数のキーフレームをコピーした場合は先頭のキーフレームを基準にペーストがされます。さらに Shift D でキーフレームの複製も可能です。キーフレームを消したい場合はデリートキーで削除できます。以上が基本的な操作となります。最初に歩きを構成する上で大事なポーズについて解説します。歩きにはコンタクト、ダウン、パッシング、アップという4つのポーズがあります。コンタクトというのは力が入る直前のポーズです。歩きアニメーションでは足に体重が乗る直前のポーズとなり、足はまっすぐでかかとが着地しています。次にダウンというのは足に体重が乗ったポーズで、踏み込んだ前足に体重がかかっていて腰はポーズの中で一番下がります。歩きアニメーションはこのコンタクトダウンが特に大事です。コンタクトの段階で足を曲げてしまうとすでに体重が乗っているという情報を与えてしまいます。足はコンタクトではまっすぐにし、ダウンで膝を曲げることで体重が乗っているように見せるのです。パッシングは踏み込んだ足の方へ体が傾いているポーズです。そしてアップは踏み込んだ足をバネに最も腰が高くなったポーズです。
かかとが上がっていてとても高いポーズなのがわかります。以上が歩きアニメーションを構成する基本のポーズです。先ほども言いましたが、ここで特に大事なのはコンタクトとダウンで、この2つがあると見ている人に重みが伝わるのでアニメーションの説得力が増します。では早速歩かせると言いたいところですが、その前に準備をしましょう。いきなりキーフレームを打ち込んでアニメーションしても構いませんが、このままですとアニメーションが1つしか作成できません。そこでドープシートをアクションに変えて複数アニメーションが作れるようにしましょう。まずドープシートの隣にありますドープシートをクリックします。するといくつかメニューが出てきますが、この中にありますアクションを選択しますと、上に新規というのが出てきました。この新規をクリックしますと、新しくアニメーションを作ることができるようになります。このアニメーションの名前を多くにし、右のフェイクユーザーをオンにしましょう。これをオンにすると、ブレンダーを閉じてもアニメーションデータが消えることなく保存されるようになりますので、必ずフェイクユーザーはオンにしましょう。次に下のタイムラインの開始と終了を見ますと、終了が250になっています。今回は1秒24個まで制作したいので、終了を24と設定しましょう。これで準備が整いました。ではいよいよ歩きアニメーションを制作します。ここでは IK でアニメーションを作っていこうと思います。IK というのは一つのボーンのみ動かすことで他のボーンも連動して動くようにする設定のことです。本来は FK と IK を使い分けながらアニメーションをするのが基本なのですが、 IK だけでも十分アニメーションは作れますので、ここでは IK でやっていきます。まずはコンタクトから制作しましょう。では一旦後回しにして足からいきましょう。ドープシートを確認してフレームが0になっていることを確認します。この0フレーム目にキーフレームを打っていきます。左足を選択し3キーを押してカメラを真横にします。 G キーを押して左足を前に出します。次に R キーを押して回転させつま先を上げます。腰が少し高くて足が浮いてますので、ルートボーンを少しだけ下げます。かかとは地面について大丈夫です。足はしっかりまっすぐにするのがコツです。位置が決まりましたら I キーを押して位置回転を押して決定しましょう。ちなみにタイムラインに自動キー挿入というのがありまして、これにチェックを入れると動かしただけでキーフレームが入れられるようになります。もし I キーで挿入するのが大変であればこれにチェックしましょう。ここではしばらく自動キー挿入をオンにしたまま I キーの挿入がされますが、単に自分があらかじめ自動キー挿入をオフにするのを忘れていただけですのでご了承ください。しばらくは自動キー挿入をオフにしていること前提で話を進めていきます。次に右足はつま先を地面にくっつけて後ろ側へ移動させましょう。つま先のボーンも R キーで回転させ地面に着地させます。そして I キーを押して位置回転を押して決定します。ちなみにこちらの膝は多少曲がっていても大丈夫です。次は腕に行きます。左足が前に出ていますので左手を後ろへ G キーで移動させましょう。たまに足と手の動きが同じ人がいますが、基本的には足と手の動きは反転させた方が自然に見えます。R キーで回転させ I キーを押して位置回転を押して決定。そして右手は前へと G キーで移動させ R キーで回転もさせます。I キーを押して位置回転を押して決定。一通り終わりましたらポーズモードで A キーを押してすべてのボーンを選択します。I キーを押して位置回転で決定。これですべてのボーンにキーフレームを打つことができました。そしたら
ドープシート上でキーフレームをコントロール C でコピーし、24フレーム目にコントロール V でペーストしましょう。次はポーズを反転させます。ポーズモードにし、3D ビュー上でコントロール C を押しますと、ポーズをバッファにコピーしましたというのが出てきます。これをしないと反転コピーができませんので注意です。次にポーズモードで A を選び、ボンをすべて選択。12フレーム目にドープシート上でシフトコントロール V を押しますと、ポーズを反転することができました。これで中間の完成となります。さて、この段階では体は上下に動いていませんし、足もすり足で不自然です。なので、ここからしっかりと作り込んでいきましょう。まず足が重なるフレームを見つけましょう。ここでは6フレームあたりですね。見つけましたら1つフレームを進め、7フレーム目を確認します。ここはアップポジションといいまして、腰が最も高くなるポーズですので、腰を上げましょう。ここからは作業効率アップのために自動キー挿入を使ってキーフレームを挿入します。それでは腰を少し上げていきましょう。アップポジションは後ろ足を上げて前に持っていくという動作ですので、後ろ足を少し曲げて前に出しましょう。後ろへ下がった前足のつま先も少し上げましょう。こんな感じですね。ここでポーズを決めるコツなのですが、キャラクターを半分にした時、面積が同じになるようにしましょう。もしどちらかの面積が大きすぎたり小さすぎたりすると倒れそうなポーズになってしまいますので、しっかりと面積がバランスよく半分になるようにしましょう。少し前に戻って2フレーム目に移動し、ここにダウンポジションを作りましょう。ダウンは踏み込んだ前足に体重がかかるので、ポーズの中で一番腰が下がりますので、腰を下げます。ダウンとコンタクトを同時に見て確認し、体重が乗っているように見せます。ダウンは膝を曲げるのが大事で、曲げることで体重が乗っているように見せることができます。こんな感じですね。アップとダウンをコピー反転したいので、まずはドープシート上でアップとダウンのキーフレームをコントロール C でコピーします。次にこの2つを 3D ビュー上でシフト C でバッファにコピーします。そしたら14フレーム目に移動し、ポーズを A キーで全て選択。ドープシート上でシフトコントロール V で反転コピーします。一旦スペースで再生しましょう。それなりに歩いているように見えましたら次へ行きましょう。点キーの1を押してカメラを正面に向かせます。足が広がりすぎるとガニ股で歩いているように見えてしまいますので、これを内側にします。足の IK を選択し、ドープシート上の概要から横矢印をクリック。左の項目から X 位置をデリートキーで全て削除します。一旦自動キー挿入はオフにし、内股になるように G キーで調整。同じことを反対の足にもやっていきます。ドープシート上の概要から横矢印をクリック。左の項目から X 位置をデリートキーで全て削除。内股になるように G キーで調整。こんな感じですね。そしたら点キーの1を押してカメラを正面にします。現在体が棒立ちで違和感がありますので、腰の重心を移動させましょう。コンタクトは両足に均等に体重が乗っていますので、体は真ん中で問題ございません。ダウン、パッシング、アップになりますと、それぞれ体重が乗っている足の方へ重心が寄ります。ここではパッシングで踏み込んだ足の方へ体が傾くようにしましょう。腰のボーンを選択し、ドープシート上の概要から横矢印をクリック。左の項目から X 位置をデリートキーで全て削除。次に0フレーム目に移動し、ここにキーフレームの位置を打ちましょう。
自動キー挿入をオンにし、5フレームあたりに移動。ここがパッシングになりますので、腰を左足の方へと移動させます。終わりましたら、コントロール C でバッファにコピー。17フレーム目に移動し、シフトコントロール V で反転コピー。0フレーム目に打ちました腰をシフト D で複製し、12フレーム目、24フレーム目に貼り付けます。そして一旦再生しましょう。少し揺れ幅が大きすぎましたので小さくします。問題なさそうでしたら腕の振りも作り込んでいきましょう。肩、肘、手の先の動きが全て同じですとまるで棒みたいで違和感がありますので、それぞれに動きをつけましょう。例えば肘の動きを先にして手先が後からついてくるようにすれば自然な手の動きにすることができますので、ここは意識しましょう。ちなみにこの根元と先端でタイミングがずれることをオーバーラップと言いまして、自然な動きに見せる上で大事なテクニックとなります。基本的にダウンは2フレーム目、パッシングは5フレーム目、アップは7フレーム目となります。この辺りを目安に手を調整するといいです。そして全てのボーンを A キーで選択し、キーフレームをドラッグで全て選択し、コントロール C でコピー。上のキーフレームを選択することで全てのキーフレームを選択することができます。3D ビューでコントロール C を押してバッファにコピーすることも忘れずにします。そしてシフトコントロール V で反転コピー。これを繰り返していく感じです。あとはブラッシュアップとなります。もし動きに納得ができない場合は各自調整をするといいです。肘はピンとしすぎるとぎこちなく歩いているように見えますので、やや曲げた方が自然に歩いているように見えます。また歩きも走りも肩はしっかり動かした方がいいです。ここが動かないと緊張しているように見えますので、リラックスしている感を出すためにも肩は動かしましょう。まだまだ髪の毛の動きとか耳の動きとか指の動きなどもっと作り込むことはできますが、とても長くなりますので一旦完成とします。終わりました。以上が歩きアニメーションの作り方でした。次に走りアニメーションを制作しましょう。やることは歩きアニメーションとほぼ変わりません。歩きは4つのポーズが基本でしたが、走りの場合は1つ新たなポーズが追加されます。それは空中です。走りは歩きと違って必ず足が地面から離れる瞬間があります。これが歩きと走りの決定的な違いとなります。走りにはいろんな姿勢がありまして、前傾を強めた走り方、ジョギング走りなどがありますが、ここでは基本となる前者の走り方を解説していきます。そして走りも歩きも同じで、力が入る直前のポーズであるコンタクト、足に体重をかけたポーズであるダウンの2つのポーズが特に大事です。コンタクトは腰がほんの少し下がりかけていて、ダウンはポーズの中で最も腰が下がります。この腰の下がり具合を意識するだけで重みを感じさせることができます。キャラクターに重さを感じさせるのは 3D アニメではすごく大事で、ここを意識しないとふわふわしてて重さを感じない動きを作ってしまう原因にもなってしまいます。そのためコンタクトとダウンはしっかりと意識しましょう。パッシングは動きの中間となるポーズで、アップは最も腰が高くなるポーズとなります。またスピード感を表現したいので1秒16個まで制作します。まず終了を24から16に設定します。右の新規アクションをクリックし、新たなアクションを制作します。名前はランにしましょう。ドープシート上のキーフレームは0フレーム目以外をデリートキーで全て削除します。全てのポーズを A で選択し、Alt、G、R、S でポーズを戻します。それでは走りを制作します。まずはコンタクトからです。操作は歩きと同じで、自動キー挿入をオンにし、G キーで移動、R キーで回転させます。
左足を前に突き出し、かかとを地面につかせます。右足ですが地面を蹴っているので膝を強めに曲げましょう。また体は若干前に倒しましょう。走る速度が速ければ速いほど体は前傾しますので、もし勢いのある走りを作りたい場合はより前傾にしてみることをおすすめします。腕は少し曲げたポーズを維持します。先ほど根元と先端がずれることをオーバーラップと言いました。歩きの場合、肘と手の先がずれることで動きが自然に見えると言いましたが、走りの場合腕に力が入っていますのでそこまでオーバーラップはしません。腕に力が入っているということはそれだけ上半身に力が入っていますので肩のひねりも大きくなります。なので肩のボーンも R キーで動かしてひねりましょう。地面を蹴る側の骨盤が上がりますのでバランスを取るためにその方向とは反対側に肩をひねる感じです。腰もひねりましょう。天気の位置を押してカメラを正面にします。走らせる際に気をつけたいことがありまして、それは歩きよりも左右のブレが小さいということです。人は走り出すと両足の接地が一直線に近くなっていきます。これは前に進む以外の無駄なエネルギーの消費をなくすためです。そのため足の幅を小さくしましょう。頭の位置も走っている時はそこまでブレませんので基本的に中心に残すといいです。走っている時はひたすらまっすぐ見る感じにするといいです。終わりましたら0フレーム目にキーフレームを打ち、コントロール C でコピー、ついでに 3D ビューでバッファにコピー、16フレーム目にコントロール V でペースト、8フレーム目にシフトコントロール V で反転コピーします。次はアップの制作に入ります。足が重なる箇所を見つけ、一つ先に進めましょう。ここでは5フレームあたりですね。アップは腰が一番上がる部分なので上に上げましょう。後ろ足はかかとを上げてつま先で踏ん張る感じにします。こんな感じですね。次は段を1フレーム目に制作。膝を曲げて地面に足をつけて、さらに腰を一番下に下げます。パッシングは4フレーム目に制作。足がクロスするようにするのがコツです。そして空中ですが、ここは6フレーム目に作りましょう。終わりましたが、このままでは走り方にメリハリがありませんので、パッシング、アップ、空中を一つずつずらして空中の時間を長くしましょう。現在4、5、6となっていますが、シフトで選択し、一つ前に戻して3、4、5とします。これで一旦再生しますと動きにメリハリがついたかと思います。またパッシングは腕の中間地点となりますので、ここを基準に腕にもメリハリのある動きを作るといいと思います。終わりましたらこれらを一通り反転ペーストします。これで走りの完成です。ここからはおまけですが、ルートボーンを使って歩きアニメーションを動かす方法を解説します。ルートボーンをそのまま動かしても足がツルツルして不自然です。ですのでリニアを使ってしっかり着地させましょう。リニアというのはキーフレーム間の加速度を一定にさせる補完方法です。現在ルートボーンの補完方法がベジェですので、徐々に加速して少しずつ減速するという動きになっており、
これが足がツルツルしているように見えてしまう原因になっています。ですのでリニアに変えて動きを一定にします。ドープシート上で T を押して補完からキーフレームをリニアに変えます。24フレーム目もリニアにします。するとルートボーンの動きが一定になりました。これで足の動きの調整もしやすくなります。次は足の調整です。かかととつま先を基準に G キーや R キーで調整。こちらも補完からキーフレームをリニアに変えることで補完が一定になりますので、足のブレが小さくなり、足が地面に着地しやすくなります。これでツルツルすることなく自然な歩きが作れました。これは走りアニメーションにも応用ができますので、ぜひ覚えておくといいと思います。いかがだったでしょうか。今回はアニメーション基礎講座ということで、歩きアニメーションと走りアニメーションについて解説しました。アニメーションというのはものすごく自由で、制作者の好きなように作れるのが最大のメリットであり、アニメーション制作の一番楽しいところです。しかし自由すぎるがゆえにあまり制限をかけなさすぎると、例えば重力が存在するアニメなのに重みを感じないふわふわした動きになったり、動きにメリハリがないなど、見ていて違和感を感じさせるアニメーションができてしまいます。これは作品のテイストや展開によっては問題ないかもしれませんが、基本を知った上で型を破るのと、基本を知らない状態で型を破るのとでは全く違います。ですのでアニメーションの動きの基本を知るというのはすごく大事なのです。今回はリギングがすでに終わっていること前提で話を詰めましたが、そもそもリギングとは何か、IK の設定方法などの解説動画を上げておりますので、もしアニメーションを始めたいのであればこちらも合わせて視聴することをお勧めします。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。